母さん、母さん、愛してくれ。母さん、ここは？病院よ。あなたナイフで刺されて気を失ったのよ。俺生きてるけど。奇跡的に刺さった場所が胸骨だったのよ。偶然にも胸骨の硬い部分に刺さった。人を殺してしまったと焦った不良グループは逃げた。こんなものが届いているわ。喧嘩のしすぎがバレたんだ。母さん、俺どうしたら？何考えてるの？合コン入ってから喧嘩ばっかりじゃないの。なぜ俺ばかり責められる？親父と離婚して毎日スナックで働いて俺のことを放っておく。悪いが俺はふて寝するぜ。とにかく大学だけは出なさい。あなたは卓球部の成績は全国レベルでしょ。卓球推薦で入られる高校を探してみなさい。私は卓球がうまかった。この反射神経や動体視力、反応、その他諸々が後の格闘技にいい影響を与えたことは言うまでもないが、とにかく最低限高校だけは卒業したかった。スポーツ推薦で東海大附属に編入することに成功した。これで大学も行ける。母さんはいつも俺を一人に。今日から皆さんのお友達の小沢隆くんです。みんな仲良くしてください。不安だ。子供の頃から鍵っ子で一匹狼だった俺に簡単に友達ができるとは思えない。シノさん、あいつじーっと見てやがりましたね。気に食わねえ。タイマンはるか。でもあいつ空手やってるとか。何言ってんだ。シノさんは柔道部主将だ。シノさんの柔道に勝てるやつはいねえ。またこれか。俺が空手を始めたのは厨房の時。鍵っ子の俺に生きる希望を与えてくれたのは空手だった。同時に絶望も与えてくれた。空手家たちはやれ実践、やれリアルファイトリアルファイトと語る割に、その理念に反する競技ルールを整えていった。そのアンリアルが俺の心の隙間を広げていく。シュッふわー！待て！一本の声が聞こえんかったか。巻わらで鍛えた空手家の拳は一撃必殺。当たれば人は死にます。なぜだ。今の突きを本気で当てたところで相手は戦闘不能になるか。いや、ならない。顔面パンチは当てるのも難しいし、当たったとて言うほど効かない。リアルファイトを追求する上でここで戦いを中断することはおかしくないか。劇画漫画「空手バカ一代」、1971年に連載開始の実在の空手家大山益達を描いたノンフィクション漫画、後の空手家たちに多大な影響を与える。この漫画では競技試合の際、攻撃を寸止めする空手派閥伝統派空手と攻撃を当てる空手派閥極真空手の対立も書かれている。俺のやってた空手流派も攻撃を当てない空手流派伝統派空手だ。賭け試す時に攻撃を当てない以上は実際に当たった時の威力を想像するしかない。想像上の月の威力のイメージの上に漫画や映画といったマスメディアが刷り込んだ妄想が乗っかってマスが顔面パンチに過剰反応しているのかもしれない。だが今回の相手にはその集団意識に刷り込まれた妄想を利用できそうだ。なぜなら彼は柔道家と聞く。顔を殴られた経験がない可能性がある。顔面パンチに過剰バイアスを持っている可能性がある。篠原さん、タイマンの時間ですね。シノポンピンチ。空手バカ一代で読んだ空手の達人は牛も殺す。
最近流行りの映画ブルース・リーもパンチ蹴り一撃で敵を倒していく。そんなに強いのか打撃格闘技は。はい、どっちが勝つかな。バカ、シノさんに決まってるだろ。どうした、おじけついたか。俺は体重100キロで柔道は初段だ。折れた。シノさん、誰の目にも戦意喪失、終わりであった。子供の喧嘩は戦意喪失で負け。顔面パンチへの過剰なバイアスによって作られる精神的ダメージにより篠原は負けた。だがリアルファイトを知る高志にとって終わりじゃなかった。マウントポジションからのパンチ、現代 MMA で見られる技である。すでに着衣 MMA の快速の片鱗が見られる。大沢君、ダメったらダメ。もうシノさん泣いてる。喧嘩は泣いたら負け。何？ここからの攻防は馬乗りだって簡単に抜けられるのに。大沢にとってのリアルファイト終了。それは失神や決めによって相手を完全に戦闘不能状態に陥らすことであった。転校してよく初日とかで、しかも相手は100キロで、しかも向こうの仲間がたくさんいて、大沢先生一人でよくその時に立ち向かってけましたねと弟子の岩間くんに言われました。転校してすぐ情けなくあっても嫌だから覚えた空手で何とか挑んだと答えました。打撃だって受け身を知っていればそんなに危ない技ではない。しかしメディアの刷り込みなのか、人々は過剰に恐れる。やはり打撃技を人に実際に当てて鳴らさない限りは空手修行の完成はありえない。打撃技を実際に当てる格闘競技に取り組む必要がありそうだ。いつか極真の門を叩く機会があれば、どこにリアルファイトがあるのか。暗闇の中さまよい求める中見えた一筋の光、極真空手。いつか自分もやりたい。極真空手で見えたリアルファイトへの道筋が、自分の求めたリアルファイトへのたった一つの灯火に思えた。小沢隆史、ダン。この番組はワールドジャパンの提供でお送りしました。